2022年4月16日から30日までのお羊座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。4月16日から30日までのお羊座さんのリーディングを行います。まずはお誕生日おめでとうございます。こちらに鳩のカードが出ておりまして、鳩といえば平和のシンボルですが、この時はあなたがこの平和のエネルギーに満たされていく。前回ウィンドチャイムのカードが出ておりましたので、この平和と調和というのが4月の大きなテーマになっていくのかなって思うんですが、この4月から新しく何かが切り替わった方いらっしゃると思うんですが、その新しさというのがあなたの人生全体にとても良い影響を与え始めている。その良さというのは今まで何をしてもうまくいかなかったとか、どんなに人生がうまくいっているように見える人でもどこかしら不得意分野があると思うんですが、例えばお仕事はものすごく成功していても何をしても恋愛がうまくいかないとか、でもこの時はあなたがとても良い変化をしていて、この平和と調和のエネルギーに満たされているので、自然とその不得意分野、うまくいっていないところというのが調和されていく。そしてこの調和というのは4月前半から続いていると思うんですが、この4月後半でとてもドラマチックに変わっていく。こちらにソードの10とワンドの10、10が2枚。前回ワンドの9が出ていたんですけれども、今回はこのワンドの10に合わせて、ワンドのページ、このカードデッキではトーターですけれども、数字にするとページは11番。ですので、4月前半から明らかに流れが続いてるんですけれども、そのエネルギーというのは、あなたが早くこの新しい世界と調和して、そしてもういらないエネルギー、もういらないものを早く手放せるように調和のエネルギーが働いて、そして新しい方にすぐに馴染んでいけるように、すぐに新しい世界の住人になれるように、とても強い追い風が吹いてくる。ですので、このソードの10やワンドの10の重荷や苦しみというのは、この時受けるというよりも、あなたが手放すべきもの。それで、この手放しというのも、この新しさが入ってきてることによって、自然と手放せていく。ですので、この3月後半、4月から始まっている新しさというのは、あなたが重荷や苦しみを手放すために始まっているというふうにも受け取れるんですが、ほとんどの方はその新しさを手に入れたことで自動的に苦しみや重荷を手放せていける。しかも相当重い苦しみや重荷。ですのでお仕事で言うと、それまでが相当ハードワークだったとか、とても厳しい環境下で戦い続けていたとか、周りに言葉の暴力を振るうような人がいた。そういうようなシビアな環境で戦っていた方がいるのかなって思ったのと、この時手放す苦しみや重荷というのが恋愛や結婚という場合もあると思うんですが、
その場合も、この重荷や苦しみというものをきれいに断ち切ることができるようなとても良い出来事がある。今回も前回からに引き続き番号が続いているということもあるので、あなたの意思で行っている、あなたが決意して行っているということももちろんなんですが、それ以上に大きな力が働いている。あなたが新しい方向に進めるように、あなたがただ思い悩んで苦しむという世界から卒業できるように、この平和と調和のエネルギーが働いている。というのも、この思い悩み苦しむという状態が続いてしまうと、あなたのエネルギーがそこだけに使われてしまって、本来の使うべきところにエネルギーを使えなくなってしまう。ひたすら無駄な戦いをしてエネルギーを浪費するのではなく、あなたの人生のために、そして大切な人たちの人生のために、あなたと出会うことを待っている人たちのためにエネルギーを使うという方向に導かれている。こちらにユニコーンのカードも出ておりまして、このとても大きな変化の時にユニコーンのカードが出ているということで、本当に導かれている方なんだなって思うんですが、この時、この4月、このお誕生日の時期に変わっていくからこそ、より良い方向に変化できる。しかも、あなたが思っている以上により良い変化。ご自身でも嘘じゃないかって思うような展開があるんじゃないかなって思うんですが、この時は特にこのロマンスのカードも出ておりますので、心ときめく出会いがある。それは心ときめく人に出会うという場合もあれば、心ときめく趣味やお仕事、それにその人に出会うことによって、この重荷や苦しみというものを手放せるというふうにも受け取れます。もしくは、それに出会うために、この重荷や苦しみの元になっている関係やお仕事を手放す必要があった。そしてこの時のこのドラマチックな出会いによって、あなたがそれまで受けていて、そしてなかなか癒されなかった心の傷が癒されていく。ただの重荷でしかなかったお仕事や人間関係を手放せていく。この流れから言っても本当に導かれているなって思うんですが、こちらにカンガルーのカードも出ておりまして、これも一連の流れのうちに入るんですけれども、この心ときめく出会いがあるまでに、ものすごく多くの出会いがある。それは人との出会い、興味があることとの出会い、お仕事との出会い、いろいろな新しい出会いがこの4月特に多いと思うんですけれども、それでどれも楽しかったり、あなたの興味をかき立てるものだったり、あなた自身もとてもフットワーク軽い人だと思うので、このカンガルーのように興味の赴くまま、いろいろな新しいことに挑戦をしたり、いろんな人に出会ったりという機会がとても多いと思うんですが、この4月というのはとてもエネルギーのスピードが速くて、いつもだと1ヶ月とか数ヶ月かけているようなことが1週間で終わってしまったり、それぐらい物事の展開が早い。ですので、このカンガルーのように興味があることにいろいろと挑戦してみる。新しい人に次々と出会っていくというのも、この心ときめく出会いに至るまでのプロセス。このカンガルーのカードでは、ぴょんぴょん飛び回るだけではなく、先のことを計画しましょうと言われていますが、このぴょんぴょん飛び回っている間に自然と目標が見つかっていく。自然と出会うべき人に出会っていく。そしてその数ある出会いの中からすぐにこれしかない、この人しかないというターゲットを絞れる。そしてターゲットが自然に絞られていくのと同時に目標を設定して次に向かっていく。それで今までうまくいっていなくて、この重荷や傷を抱えていて、この4月ぐらいから仕切り直しをしているというものがお仕事の場合、この心ときめく出会いというのは、あなたに平和と調和をもたらしてくれるような、とても穏やかなエネルギーの人たちとの出会い、そしてあなたの能力を活かせるような環境、その能力というのは、主に独創性とあなたの交渉力、
今までそれを押さえつけられているような環境だった場合は、そのお仕事との出会いによって、それが一気に解放されていく。そしてずっと重荷や苦しみを抱えていたというのが恋愛や結婚だった場合は、その苦しみを忘れさせてくれるような心ときめく出会いがある。おそらくそのお相手の方はあなたよりも年下の人だと思います。そしてお相手がいる方の場合は、あなたがこの重荷を手放して、新しく心ときめくものに出会うことで、お二人の距離が縮まっていく。それまでお二人の間に距離ができてしまっていたとしたら、このあなたがとても大きな重荷を抱えていたというのが原因だったんじゃないかなって思いますので、それが自然と手放せることで、お二人の距離が自然と縮まっていく。この時の変化というのは、あなたに利益をもたらす変化。お仕事の場合はまさにですけれども、その他の例えば恋愛の変化だったとしても、その恋愛が始まることによって、お仕事にとても良い影響を与えていったりとか、そのお相手の方があなたの才能を引き出してくれたり、そのお二人が二人でいることで、恋愛プラスアルファの効果が自然と生まれていく。そういうとても良い新しさが始まっていくので、無意識に抱えていた心の傷が自然と癒されていき、ずっと抱えたままでいた心の重荷というものも自然と手放せていく。この4月に入ってからたくさんの新しさが入ってくるとは思うんですが、ご自身の直感を信じて平和と調和に満ちた世界の方を選択していただきたいなと思いました。それでは4月16日から30日までのお羊座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。